皆様こんにちは。今日もご視聴いただきありがとうございます。先日ついに2万人の方がチャンネル登録してくださいまして、本当に嬉しくてありがとうございます。これからもね温かく見守っていただけると嬉しく思います。前回の動画でマグボトルをアップルストアに忘れてきたっていうお話をしたんですけれども、私の忘れ物対策の一つとしてエアタグっていう、やっぱりこれもアップルの製品なんですけども使ってるんですね。皆さんエアタグってご存知でしょうか。こんな、私今これキーチェーンつけて、実際はここに鍵をいつもつけてるんですけど、今ちょっと外しちゃったんですけれども、こんな感じのやつで表がですね光っちゃってあんまりよく映んないんですけど、このアップルマークがついた丸い500円玉ぐらいの製品なんですけれども、ちょっと今これカバーをつけてるので、外してみると、これアップルのオンラインストアで買うと無料で裏に刻印を入れてくれるんですけども、私はエアマって入れてもらいました。アルファベットとか、あとなんか可愛い絵文字みたいのも選べるようになっていて、こんな風に刻印してくれます。でこれどんな風に使うかって言いますとですね、例えばこれを部屋のどこかに置いたんだけれども、どこに置いたかわからなくて見つからないという時は iPhone の Apple 純正アプリの探すっていうアプリがあるんですけども、それを使って例えばこんな風にですね、探すアプリを使ってこの持ち物を探すっていうのをタップすると、登録してある私のエアタグが表示されるので、これをタップしますね。そしてサウンドを再生って押すと、聞こえますかね。こんな音をエアタグが発信してくれるんですね。なのでそれを頼りに、探すっていう方法が一つと、あともう一つはですね、エアタグが遠くに置いてしまってどこにあるかわからないっていう、ちょっと離れたところにある時はですね、この周辺を探すっていうのが出ると、こんな風にですね、こっちの方向にありますよっていうのが表示してくれます。この周辺だよって教えてくれて、いよいよ近づいてくると、ここにありますこういうふうに教えてくれる賢い子なんですよね。このエアタグもそうなんですけれども、アップルの製品って意外とシニアに優しいものが多いんじゃないかなと思っていて、これ皆さんもよかったら使ってみてはいかがでしょうか。鍵だけじゃなくてね、カバンにつけたり、自動車とかね、バイクとか自転車なんかにつけてもいいと思います。ただアップルはこれをペットや子供につけることは推奨していません。あくまでも物につけて使う商品ということです。